はい、ポムさんとしまちゃんの飼い主の赤丸と、妹の今丸です。今日は以前お知らせしていた登録者数50万人記念の質問コーナーをしていきたいと思います。皆さん、本当にいつも応援してくださってありがとうございます。ありがとうございます。こんなにたくさんの方にポムさん、しまちゃんの可愛さを知ってもらえて本当に嬉しいです。それでは、ポムさん、しまちゃんの寝姿を見ながら質問コーナーを楽しんでいってください。ルースケさんからの質問です。ポムさんとしまちゃんの体はどんな匂いがしますか？友達の家の猫はなんとなくスパイスっぽい香りがします。ポムさんとしまちゃんの匂いはちょっとだけ違ってるんですけど、どちらも太陽の匂いがして自分は好きです。なのでよく猫枕とかしてそのお腹の匂い嗅いだりして楽しんでます。私は結構鼻がいいんですけど、2人の匂いを嗅いでみたら、ポムさんはどことなく図書館っぽい匂いがして、しまちゃんはポップコーンの香ばしい匂いがする気がします。らしいです。フクロウほうほうさんからの質問です。今までポムさんをいろいろなものに例えてますけど、全部思い出せますか？お餅、雪見大福、お寿司のシャリ、かりん様などなど。うーんと、ポムさんのあだ名で、一番使ってるのが綿あめとか、あとアザラシとかも結構言ってて、あと昔で言うと真っ白白助とか結構変な名前をつけてた気がします。スコールさんからの質問です。ポムさんはお餅、かりん様などあだ名がついていますが、しまちゃんもご家族で呼ぶ中で徐々にきなこ餅以外のあだ名はつきましたか？きなこ餅以外だと、土の子ぐらいしか多分ないと思うので、何か面白いあだ名を思いついたらぜひ教えてください。募集中です。ポンさんからの質問です。ポムさんとしまちゃん以外に猫を飼う予定はありますか？ポムさん、しまちゃんの弟か妹をお迎えしたいという気持ちは少しあります。ただ今は母親の家に住んでいるので、新しい子をお迎えすることは考えていません。ネムさんからの質問です。いつもすごくポムシマ姉妹に癒しをもらっています。そんなポムシマや赤丸さん、芋丸さんにプレゼントなどをお送りしたいのですが、プレゼントの受付はしていないのでしょうか？そう言っていただけるのはすごくありがたいんですけど、おもちゃとかおやつは自分たちで選んで買ってあげたいと思っているので、本当に申し訳ないんですけど、プレゼントの受付はしていません。ただプレゼントはもらえないんですけど、ずっとファンレターをもらってみたいと思っていたので、ついに私書箱を開設してしまいました。はい、よかったら気軽に送ってもらえると嬉しいです。お願いします。兄の動画のモチベーションが上がるので、よかったらファンレター送ってあげてください。私も送ってもらえるとすごい嬉しいです。詳しくは概要欄をチェックしてみてください。YINMP2 さんからの質問です。What's Pom and Shima's favorite food? Is there any food they don't eat or dislike? ポムさんとしまちゃんの好きな食べ物は何ですか？食べないものや嫌いなものはありますか？ありますか？ポムさん、しまちゃんどちらもチキンが大好物です。なのでよく兄がサラダチキンを食べている時に2人がせがんでいるのを見かけます。逆に嫌いなものはポムさんの場合何でもよく食べるので特にありません。しまちゃんはカニカマのおやつだけは本当に一切食べません。ペリーさんからの質問です。ポ
ムさんとしまちゃんは飼い主が寝ている間何をしているんですか？基本的に私たちが寝てるときは2人とも寝てるみたいです。藤ラクダさんからの質問です。飼い主さん、撮影や編集お好きなイメージありますが、普段どんな YouTube やテレビを見ていますか？今丸さんにも伺えれば幸いです。自分は結構カメラとかガジェットとかが好きなので、瀬戸康史さんの動画をよく見てます。瀬戸康史さんの動画でセブンのコッペパンを紹介するっていうのがあるんですけど、それで一時期ドハマりして本当に毎日のように食べてました。あとテレビは最近あんまり見れてないんですけど、何でも鑑定団とかはよく見てました。どう？私は最近 YouTube では佐藤ミケイラ和子さんの動画をよく見てます。話が面白くて可愛いのでついつい見ちゃいます。ブラジル人のパパの話が結構好きです。あとテレビは最近あんまり見れてないんですけど、世界の果てまでイッテ Q が好きです。はい。もちもちさんからの質問です。動画を撮るときにどんなカメラや編集ソフトを使用されていますか？また写真は別のカメラや編集ソフトを使用されているのでしょうか？メインチャンネルではパナソニックの GH5 を使っていて、ミニでは Oppo Find X2 Pro というスマホを使っています。動画の編集ソフトはプレミアプロで、写真はさっき言ったスマホで撮っていて、画像編集ソフトは Photoshop を使っています。最近はポムさんとしまちゃんをより高画質で撮りたいっていう欲が出てきたので、ちょっと今年中に 4K 撮影に移行できたらなって思っています。でもまだ全然環境が整っていないので、ちょっとずつ整えていこうかなと思ってます。すけさんからの質問です。以前今丸さんが自分は猫アレルギーだとおっしゃっていましたが、何かアレルギー対策をしているのですか？私の場合、ポムさん、しまちゃんそれぞれをお迎えした直後はアレルギーの症状が出たんですけど、1週間くらいでほぼなくなりました。今は毛の生え変わりの時期なので、目や鼻に痒くなったり症状が出ることがあるんですが、それも目薬や鼻炎薬で対処できてます。私がやってるアレルギー対策としては、やっぱりこまめに掃除をして床に落ちている猫の毛を減らすぐらいですね。ごはんさんからの質問です。服についた猫の毛を効率よく除去する方法を探しているのですが、ポム島飼い主さんはどうされてますか？やはりコロコロで根気強く取るしかないでしょうか？昔は好きな服を着たかったので、もうコロコロを頻繁にしてたんですけど、ちょっとめんどくさくなってきたので、最近はなんか猫の毛がつきにくいような素材の服を選んで買うようになりました。私も同じで、ポムさんをお迎えしてからはポリエステルとかレーヨンとかツルツルした素材の服を買うようになりました。そういった素材の中でも綿は結構毛がつきやすいものが多いんですが、ものによっては綿 100% でも毛がつきにくいものがあるので、お店で実際に生地を触ってみてから買うのがいいと思います。OOOMMM さんからの質問です。なんでいつもそんなに家が綺麗なんですか？掃除は毎日ルンバを使っていて、週に1回ケルヒャーのスチームクリーナーを使って拭き掃除をしています。あとは猫たちの誤飲防止のためにあまり物を出しっぱなしにしていないので片付いて見えるんだと思います。トゥモローランドさんからの質問です。グッズとか作られないですか？ポム島の写真集とか欲しいです。グッズについては結構質問をいただいています。
本当は来年度のカレンダーを作りたいって思ってたんですけど、忙しくなってきたので断念することになりました。でも来年こそは作りたいと思っているので、少しずつ考えていこうかなとは思ってます。あと本当に実現するかはわからないんですけど、とある企業さんからグッズを一緒に作りませんかっていうお話はいただいています。ちょっとまだ詳しくは言えないんですけど、自分が一番欲しいって思っているポムさんしまちゃんグッズが作れるように話を進めているところです。わたさんからの質問です。赤丸さんと芋丸さんがお気に入りのポムシマ動画は何ですか？好きな動画は、自分がジョギングに行くとポムさんが寂しがって泣いちゃうっていう動画です。ちょっとどんな動画か流してみますね。はい、ポムさんの寂しくて泣いちゃう感じがめっちゃ可愛いですよね。正直な話、こんなに寂しがると思っていなかったので本当にびっくりしました。あとこの後のマイっぷりもめちゃめちゃ可愛いので、まだ見てないよって方はぜひ見てやってください。私のお気に入りの動画は階段で猫たちといないいないばあをする動画です。ちゃんとルールを分かってるっぽいしまちゃんと自由なポムさんの違いがすごい面白くて、この動画は本当に何回も見ちゃってます。リア鏡さんからの質問です。For both 赤丸さん and 芋丸さん have Pom and Shima let you hug and snuggle with them? And how do you feel knowing Pom and Shima have so many fans around the world? 赤丸さん、芋丸さん両方への質問です。ポムさんとしまちゃんは抱きしめたり寄り添ったりさせてくれますか？またポムさん、しまちゃんのファンが世界中にたくさんいることをどう思いますか？とのことです。2人とも抱きしめたり寄り添ってくれたりはしてくれます。ただやりすぎると逃げちゃうのでほどほどにするようにしています。世界中にポムさん、しまちゃんを好きな人がたくさんいることについては本当に嬉しいの一言です。他の国での猫ちゃんとの暮らし方なんかもコメントで教えてもらえたりするので面白いです。自分も妹と同じでとても嬉しく思っております。あと海外の方もポムさんはお餅、しまちゃんをきなこ餅と普通に呼んでいるので、それを聞くとほっこりしたり嬉しい気持ちになっています。これからもいろんな人に
応援してもらえるように、頑張りすぎないように頑張ろうと思います。本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます。まだまだ質問に答えたいんですけど、ちょっとこれ以上やっちゃうと長くなっちゃうので、今回はこの辺にしておきます。本当にたくさんの質問ありがとうございました。せーの。それじゃあまたね。